こちらはダークブラウンの熊側にアッパーは白ステッチで製作したコインローファーのローレル。そしてライニングはグリーンです。これめちゃくちゃかっこいいです。すごく相性がいいですね。やはりこのダークブラウンの革に白ステッチっていうこのローファー、特にローファーだとものすごくこのカジュアル感、ドレス感絶妙で可愛いかっこいいですね。そしてこの月のワグマの革、モカ縫いのところがぷっくり浮き上がって光沢感が強く出てます。こういったところやはりつまみモカならではですね。やっぱこういった U チップ、エプロンっていうのは様々なやり方がありますが、こういったぷっくり感っていうのはこのつまみステッチならではですね。このスノーベルはミュージアムカーフ、色味は結構珍しいカーキという色ですね。カーキといっても緑っぽさはそんなになくて、色味の濃さ的にはライトブラウンぐらいなんですが、それよりかなりくすんだ茶色になります。こちらフルハンドでフィドルバックでオーダーいただきました。ミュージアムカーフならではのムラ感がとても面白いです。こちらはイルチャのボックスカーフブラックを使ったスノーベル。文句なしの組み合わせだと思いますね。こちらワイドラストを使ってお作りしたもので、スタンダードラストとワイドラストはデザイン同じでオーダーできるんですが、そしてほぼ見た目も同じなんですが、やはりワイドにした分少しボリューム感を感じるものとなっています。ただ極端に幅が広くなるとかそういう見た目の変化っていうのはないので、ワイドラストの方がフィットするという方は安心してワイドラストをお選びください。こちらは月のワグマの革、ダークブラウンの革で作ったチェスナット。これはもう言葉いらずの組み合わせですね。この月のワグマは比較的脂肪が少なめで毛穴がよく目立ちます。少しドレッシーめな質感ですね。履きじわが入って磨いてツヤが出てくるとまた表情がどんどん変わっていくと思います。こちらはチークです。セミブローグのチーク。皮がもう独特ですけど、これはヒグマの皮ですね。これは11月の展示会で特別に数量限定でお受けしたヒグマの皮です。ヒグマとツキノワグマの皮の違いというのは正直わずかです。ヒグマの方が少し脂肪が大きくて深い、若干ですけどそんな印象がありますが、このヒグマの皮はそれを強調するように皮のなめしの段階、仕上げの段階でより深くワイルドになるような仕上げをしてもらった皮です。これはブローディングがあるんですけど脂肪感が深すぎてあんまり見えないですね。一つ一つの脂肪の迫力がすごいです。全面ブローディングかっていうぐらいに装飾的に見えます。こういった感じで、展示会ごとに今回はこういう特別な革ありますよみたいな、そういった限定革っていうのをちょいちょい出していくことがあります。こちらは新コードバのグリーンを使ったスノーベル。新コードバのグリーンはですね、何とも言えない色味なんですね。何とも言えないっていうのも抹茶色っぽいくもあるし、翡翠の色のようでもあるしと、一言では言い表せない絶妙な色味を持ったグリーンです。やはりこうして新コード版でスノーベルをオーダーいただくというのはかなり人気の高い組み合わせです。これを履いているお客さんの姿をね、ぜひ見てみたいです。こちらの靴はホースオンです。ホースオンのラウンドとちょっと特別に訳あって、こちら MTO のラインナップにないアースのユタカーフという革です。MTO ラインナップにはオーインの片押しのパイオニアルインディアという革がほぼ同じような見た目をしてますので、こういった雰囲気欲しい方はぜひそちらをお選びください。ホースオンはサンプルがスクエアトーしかないんですが、ラウンドトーでお作りすることができます。かの有名なモデルドーバーはラウンドトーですが、またそのドーバーとも違った雰囲気があるような気がしますね。かっこいいです。こちらはネイビーの新コード版を使ったソートゥースパンチドキャップとダービーですね。新コード版のネイビーの色味はですね、ネイビーというよりはターコイズに近いような気がします。少し緑がかった青ですね。じゃあそれに合わせてライニングはライトブルーをお選びいただきました。ソートゥースならではの大きめのハトメと太い紐、そしてダブルステッチが各所に施されていて、新コード版の艶やかな表情とのコントラストがより感じられますね。
こちらはイノシシ革で作ったタッセルローファーのカメリア。意外とタッセルローファーのカメリアをイノシシ革で作ったことがあまりなくてですね、ローレルはイノシシ革でサンプル作ったので分かってたんですけど、このカメリア、タッセルローファーをイノシシ革で作ったのは意外と珍しい。というのもですね、カメリアはもともとローレルと比べて少しドレッシーっぽい雰囲気を出したので、やはりそういったドレッシー系、スムース系の革でオーダーいただくことが多かったですね。ただやっぱりイノシシ革はどんなデザインにも合いますよね。ドレッシー感は逆にこのカメリアからはあまり感じないので、デニムとかチノパンみたいなカジュアル系の雰囲気のパンツによく合いそうです。こちらはホーウィンのコード版、色はダークバーガンディで制作したスノーベルです。やはりこうして見ると新コード版とはまた違った色味、質感であることが分かりますね。新コード版よりもやはり光沢が強くてギラッとヌメッとしているような、そんな感じがあります。どちらもやはりいいですね。そしてこのオーダー少し特殊でして、オーダーいただいた方、靴を趣味として作られている方でもあるんですが、変わったオーダーいただきましたのでやってみました。ブラインドウェルトという製法でして、マッケイのようにコバの張り出しがないですね。そして、縫っているのが見えません。ただこれちゃんと出し縫いがかかってます。マッケイではなくてハンドソンウェルト製法の出し縫いがかかってます。ただその縫い目を隠してますし、コバの張り出しを抑えてます。そうすることで非常にすっきり見えますね。こういったブラインドウェルト製法できますかというご相談をいただいて、正直やったことはなかったんですが、前々からやってみようとは思っていましたので、この靴を制作したフルハンドメイドで制作したのはヨシケンですが、こういうふうにやろうと相談をして実際形にしました。こういったことも一応できます。本当にイレギュラーですけどね。フルハンドメイドでソールは茶色に染めてあります。こちらの靴独特です。ペカンです。パンチとキャップ2のペカン。ただ革がコンビ仕様になってまして、これまた珍しいミュージアムカーフとイノシシのコンビです。先日新しくデザイン出したローレル2はコンビ仕様っていうのがデフォルトですけど、他のデザインでもコンビ仕様っていうのはアップチャージかかりますがやることができます。この靴はバンプ部分のみ黒いイノシシが、それ以外はネイビーのミュージアムカーフということで、コンビ仕様はね、個性的な靴を手に入れることができるのに加えて、一足で2つの素材を味わえますので、そういった一度に2度楽しめるみたいな、そういったメリットもあります。ミュージアムカーフはどちらかというと繊細、色気のある雰囲気があります。イノシシ側は逆にワイルドで武骨な雰囲気があります。そのコントラストっていうのがなかなか面白い靴ですね。こちらはスクエア島の放送です。11月の展示会で限定で出したナンバーズコレクションのミュージアムカーフと同じ緑のミュージアムです。これすごくかっこいいですね。このビデオ撮影が結構難しくて緑感があまり出ない。どこかなんか緑感っていうのは分かるんだけど、緑っていう風に映すことがなんかあんまりできなくて、ただすごくかっこよかったですね。やはりこの糸の緑とか革の断面を緑に染めて作ってますので、そういったところで緑感が強調されている感じがあります。緑の靴って個人的に履いたことがほぼなくて、で合わせづらいなって思ったことも正直あるんですけど、こうやって見るとやっぱり緑の靴っていいなって思っちゃいますね。こちらまた11月の展示会で限定として出したゾンタのミュージアムカーフのような村染めの革です。水色ですね。本当こう空の色のような、空に雲がかかったような色味の革です。水色というべきか群青色というべきか、絶妙な色味ですね。オーダー時にはかなりコバを生成りにするかどうかっていうのを迷われてましたが、あえてソールは引き締めてダークブラウンでお作りしました。こちら新コード版のキャメルを使ったローレルです。すごく綺麗です。新コード版はこのローレルのモカ縫いにすごくよく合うんですね。ぷくっとこう立体感が出やすいです。このミシンの縫い目もこのコード版独特なんですけど、ぷくっとなるんですよね。
なのでコード板の良さってやっぱり光沢とかシワって言われてますけど、こういった形にした時のディティールの立体感みたいなのはかなりコード板ならではだと思いますね。そしてこのキャメルの色味がなんとも綺麗です。可愛さとかっこよさが同居しているような組み合わせですね。こちらは11月の展示会限定で出したイノシシ革の泥染めです。泥染めは奄美大島の泥染め有名ですが、これも革奄美大島の泥につけて反応させることによって茶色く染まっている革です。そして絞り模様をつけてますので、革の取る位置によって不均一なムラ感というのが出てます。イノシシ革ですら特徴的で個性的なのに、泥染めでこのムラ感が出てるっていうのも本当唯一無二だと思いますね。眺めてるだけでも楽しいんじゃないかと思います。そしてこの傷、イノシシ革ならではの傷がかっこよく入ってると思います。またここからね、これ担任なめしなので激しく経年変化をしていくと思います。楽しみですね。こちらのチェスナット、革はホーインの片押し革、パイオニアレインディア、色味はタンです。フルハンドで制作しています。パイオニアレインディアはですね、非常に革の厚みがありまして硬いです。ただ皮を触っただけで分かります。ものすごくしっかりしてます。雨風なんて全然大したことないですし、もうすごく長く使えるだろうなというがっちり感を感じます。その分履き始めは硬いでしょうが、すごく安心感のある革だと思います。そして何よりも色味と質感がとてもいいですね。四角めの型押しをされたいわゆるハッチグレインという革です。チェスナットのカジュアルながらドレス、そういった雰囲気によく合う革です。こちらのコインローファーローレルはイノシシ革と新コード板を組み合わせたコンビ仕様になっています。サドル部分が新コード板ですね。同じブラックなので同色異素材ということで、なかなか面白い組み合わせですね。少し仮面をつけているかのようにも見えます。イノシシ革はどちらかというと少しマットめ、履いていくとどんどんツヤは出てくるんですが、最初はマットめ。対して新コード板は最初から艶やかなので同色異素材でコントラストが強く見えますが、履いて磨き込んでいく中でだんだんどっちも光沢が増してきて、経年変化した後のこの素材違いの表情がどうなるのかみたいなところも含めて面白そうですね。こちらはアルランゴートのダグラスという色です。サンプルで制作しているものと同じものをということでオーダーいただきました。カーキっぽいグリーンの色味の革にベージュのステッチを使ってます。上品な大人が休日に履くようなそんな靴ですかね。非常におしゃれだと思います。こちらは新コード板バーガンディで作ったアルダです。やはり新コード板のバーガンディは結構赤みが強いですね。紫感は弱めです。アルダはプレーントーンなので、この新コード板で作ると本当透き通るような質感があって、例えるなら何でしょうね、トマトとかリンゴとかなんかそういった果実の肌のように見えます。そしてアルダーは手縫いの羽の縫い割りが特徴的です。この羽の縫い割りでぷっくりするのでコード板の素材感がより強調されていると思います。こちらはホーソーンのラウンドとアッパーの革はイルチアミュージアムカーフの色は01という色ですね。ダークブラウンのミュージアムです。これはなんていうかミュージアムカーフなんですけど、たまたまこの色味なのかなんかやけにアンティーク感があるなと思いまして、新品なんですけどなんかすごく履き込んだ後のムラ感みたいな、この01の色味がそう感じさせるのかもしれませんが、やけにオーラのある一足だなと思います。スキンステッチはやはりこういったクロムなめしのボックスカーフ系によく合います。よく合うというか、このスキンステッチならではの模様がよく映えます。ミュージアムカーフやボックスカーフ。スキンステッチはヤギ革、コード板を除くどの革でも対応してはいますが、やはりこういったボックスカーフ系が最もおすすめではあります。こちらは同じ色味で作った U チップ。同じ U チップですがモデル違い。こちらチェスナットです。こちらもミュージアムカーフの01で作ってあります。だいぶ印象は変わるんですが、ホーソーンが
かなりドレスっぽい見た目をしているのに対して、こちらのチェスナットはそこにカジュアルな要素が入ってきてます。木型としては同じなんですが、やはりデザインが違うだけでだいぶ印象が異なりますね。チェスナットの方がよりどっしり感を感じます。チェスナットはもともとワイルド系のイノシシガとか新コードバンとかそっち系を想定してデザインをしたんですが、こういったミュージアムカーフのオーダーもちょこちょこいただく中で、ミュージアムで作ってもこんなにかっこいいんだなと自分のデザインながら毎度思ってしまいます。自画自賛ですね。こちら定番ともいえる新コードバンのコニャックでお作りしたローレルです。以前も同じ組み合わせでオーダーいただいたことがあり、その際にも言ったかと思うんですが、いい意味で何の違和感もない普通です。いい意味です。素材とデザインがマッチしすぎていて、完成形という意味合いでの普遍的さがあるような気がしますね。コードバンはここがシワが入ってこそですから、シワの入り方人それぞれですので、そういった部分も経年変化ぜひね、楽しんでいっていただけたらと思います。